日本語の種。こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。認知症ってご存知ですか？昔はボケとかボケるなどと言っていたんですが、その言い方は失礼だということで、言い方が変わりました。アルツハイマー型認知症が一番多いタイプです。脳の機能が低下して今までできていたことがだんだんできなくなったり、覚えられなくなっていくという症状ですね。先日夫の友人が家に遊びに来たんですが、最近どうですかとの質問に開口一番、義理のお母さんが認知症になっちゃったんだよねということでした。詳しい症状などは聞かなかったんですが、年齢のせいとはいえ、できていたことがだんだんできなくなっていくとか、新しいことが覚えられない、今までちゃんと覚えていたことを忘れていく。悲しいですよね。それでいろいろと調べてみたんですが、認知症になりやすい仕事というのがあるそうです。まず第一は、体を使う辛い仕事ですね。外で重いものを運んだりとか、そういった仕事です。体にもきついですが、脳にもきついというわけです。で、2番目が公務員とか学校の先生なんだそうです。公務員というのは決まった規則に従って同じことをやり続けるお仕事です。学校の先生は意外な気がするんですが、これもよく似ています。きちんとルールが決まっていて、特に同じ教科、同じ、内容を毎年教え続ける。これが脳に良くないんだそうですね。で、逆になりにくい仕事。これは政治家だそうです。確かに政治家はかなりご高齢の方がいるにもかかわらず、ちゃんと皆さんお仕事してますよね。スピーチなんかもう堂々としていたり、いや、すごいなと思いますけれども。あと、自営業の人もなりにくいんだそうです。やっぱり社長として、会社をどうやって儲けさせるか、儲かる、何をすればお金が入ってくるかっていうのを常にアイデアを出し続けているからなんでしょうね。この新しいことをやり続ける、脳に刺激を与え続けるということが、この認知症予防には大事なんだそうです。そういう意味では、外国語を、自分の第一言語ではない言語を学び続けるということは、いいのかな、いいんじゃないかなと思って調べてみると、やっぱり当たっていました。バイリンガル、バイリンガルとか、マルチリンガルの人ですね。たった一つの言葉を喋るだけじゃなくて、外国語が何カ国語か喋れるという人。こういう人たちは認知症になるのが最大5年遅いんだそうです。脳全体の活動、話す、聞く、書く、読む、そして誰かと話をする、コミュニケーションするということを常にやっているわけですから、これはすごく脳にいいそうなんですね。で、いや、でも外国語を今から勉強するのはちょっともう遅いんじゃない？覚えられないよと思っている方、これペラペラにならなくてもいいんだそうです。常に新しい知識を得ようと努力する。そして話したり、聞いたり、書いたり読んだり、誰かとお話ししたりする。そうすると脳全体が活性化されて認知症予防につながるんだそうです。そしてもう一つ、何か新しいことを覚えて、その言葉で誰かとお話ししたりした時に、自信が生まれますよね。あ、私はこれができた。この自信っていうのも大事なんだそうです。認知症になってしまったお年寄りっていつも叱られてますよね。なんでおばあちゃんこんなことしちゃったの？またお漏らししちゃってとか、鍋焦がしちゃったね。そうするとやっぱり本人は自信がない状態になっているそうなんですね。
がっかりしていることが多い。これも脳に良くないそうなんです。逆に、何かしっかり覚えてできましたっていう自信がつくと、認知症の予防になるそうなんです。ですから皆さんも日本語、もう年だから日本語新しい単語を覚えられないよと諦めるのではなくて、いつも何か新しいもの、新しい言葉を勉強してみる。書いたり聞いたりする。読んだり、大事ですね。ぜひ日本語まだまだ年だからといって諦めないで、勉強してみてください。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人はまことプラスメンバーになってください。www.makotoplus.com を見てください。それではまた。日本語の種でした。